あら、ようやく所長代理ご一行様がお出ましね。従順に検査を終えた被験体にねぎらいのお言葉でもいただけるのかしら。おいカイバル大根、なんなんだあの粉っぽい保存食と缶詰だけの飯は。学園の食堂の安っぽいステーキが三つ星レストランに思えるぜ。同感です。栄養バランスは完璧なようですが、味や食感がおざなりなのはいただけない。ああ、もしあれが嘆きの島の伝統料理だったとしたら失言をお詫びします。イデア先輩、今すぐ紅茶の支給を要求します。ハートの女王の法律第339条、食後の紅茶は必ず角砂糖を2つ入れたレモンティーでなければならない。ここは学外ですが、ハーツラビル寮長として守れるルールは守りたいんです。イデアさん、自由にインターネットを使わせろとは言いませんが、せめて朝刊と夕刊くらいは読ませてください。できるだけ世界情勢や経済関連情報が豊富な新聞をお願いします。投資に必須ですから。キャー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 、ここは動物園か。君たちまた自分の立場を忘れてるだろう。何度も言わせないでくれないかな。僕がボスだ。それじゃあ言わせてもらうけど、ボス、無理やり連れてきた私たちの面倒をちゃんと見るのもボスの役目なんじゃない？こっちはあんたたちステュークスの掲げる魔法師の安全な暮らしと活動を守るための活動に無償でデータを提供して貢献してあげてるのよ。何かご褒美があるべきよね。君ら自分がオーバーブロッドして周囲に迷惑かけた自覚あります？もちろん。でもその件に関してあんた個人に迷惑をかけた覚えはない。いるよな、自分が直接被害を被ったわけでもないのに被害者ずらして噛みついてくるやつ。いや、オーバーブロッドしたってだけでめちゃくちゃ被害被ってますが、何度も言うけどこっちだってやりたくてやってるわけじゃないんだよ。おかげで推しのイベは走れてないし、音源の連続ログ部は途切れたし、不満ばっかり一人前の問題児どもが。本当になんだってこんな時にうちの両親は揃って留守なわけ。顔見知りの兄さんが対応すれば被験体のみんながリラックスできるって考えたのかもね。顔見知りだからこそめちゃくちゃやりづらいのわかるだろ普通。他人の感情より効率を優先するとこマジで拙者の親って感じ。移動履歴を見る限り2人ともこの件についての調査で黎明の国に出向いてるみたいだけど、この問題児どもが在籍する学園の責任者として連行された学園長の事情聴取が目的だろうな。どうせやらされるならそっちの仕事を僕にやらせてほしかったですわ。でも兄さんのお友達が家に来るなんて初めてのことだよね。僕は嬉しいけどな。は？友達？僕らは経験したことがないけど、アニメやドラマでは同級生や部活の友達がお互いの家に行く展開はよく見るよ。きっと家に友人を招くという行為は普通の人にとってよくあるコミュニケーションなんでしょ？確かに普通の人にとってはよくあることかもしれないけど、僕らにとってはフィクションでしかない。それに今回は友達が家に遊びに来たんじゃなくて、知人を被験体として研究所に強制連行したの。知人を所有地内に移動させたって部分は同じじゃない？全然違う。楽園と冥府くらい違う。認識アップデートよろ。だいたいこの問題児たちが友達だってご冗談でしょ。ちょっとそこの二人何ブツブツ言ってるのよ。私たちの話聞いてる？検査が終わったって言うなら日課のワークアウトかヨガをさせてほしいんだけど。俺も少し体を動かしたいですね。肉、紅茶、経済誌。やかましい。明日には帰れるんだからちっとおとなしくできんのか。1300より被験体 ROS859A SUS3320B のテストを開始します。現在該当ファントムの掲示を凍結解除中。職員の安全に万全を期すためテスト終了まで館内の扉は全て施錠されます。館内を移動中の方は速やかに管轄エリアにお戻りください。
A クラスのファントムのテストか。少し時間がかかるかもしれないな。というわけで、君らは今から2、3時間はこの部屋から外に出られません。各自適当に暇つぶしよろ。昨日も言ったけど、ここはただの人間ドックセンターじゃないの。アナウンス聞こえなかった？データ収集のため、タルタロスから危険なファントムを一時的に解放してテストをするって言ってたでしょ。防衛システム、ケルベロスシステムがあるとはいえ、トラブルが起きる可能性はゼロじゃない。だから万が一に備えて、テストが終わるまではシェルターも兼ねた部屋の中に全員引っ込めって話。大体の事情は飲み込めたけど、まずタルタロスって何のこと？ああ、左遷。完全に内輪乗りで喋ってましたわ。タルタロスはステュークス本部の地下空間に建設されたファントム収容所の名前だよ。収容されている被験体の数は常時1万体は下らない。1万体？世界中からファントムの検体が収容されるとは言っていたけど、まさかそこまでの数が収容されているなんて。タルタロスは初代シュラウド家当主が嘆きの島の番人になった神々の時代に建設された。それ以降カローンたちが世界中から被験体を集めてるから、そんくらいの数にはなるというか。神々の時代からなら逆に1万体ってのは少なく感じるな。まあ時間経過とともに消失する個体も多いですし、でも中には1000年以上消失せず収容されている強力なファントムもいる。1000年以上も憎悪にまみれた怪物の姿で存在し続けるだなんて、ゾッとするわね。ステュークスに収容されているファントムは危険度によって12グループに分けられているんだ。そして深い階層に収容されている被験体ほど危険度が高い。さっきアナウンスがあった A クラスの被験体はかなり要注意な個体と言えるね。でも普段は頑丈な収容ケージの中で凍結されているから、そんなに怖がらなくて大丈夫。さらに父さんがベースを作り、6年前に兄さんが完成させた防衛システム、ケルベロスシステムがある。万が一の時も安心安全さ。カイワレ大根が完成させた防衛システムだ。逆に不安を感じるけど。なんで？ケルベロスシステムはすごいんだよ。伝説に残る死者の国の番犬ケルベロスの名を冠するにふさわしい完成度の高さなんだから。タルタロスだけにとどまらず、この島全体のセキュリティを全てカバーしてるだけでもすごいのに、非常時には無人でも3つのブレインが議決した最善の方法で敵を。オルト、ストップ。皆さんそういう話ミリも興味がないと思うんでというわけだから諦めてこの部屋でおとなしく時間潰しててください。じゃ、拙者はこれで。何を勝手に話を切り上げようとしてるんですか、イデアさん。せめて暇つぶしできるものを何か提供してほしいという話が終わっていませんよ。そうね。ランニングマシーンとは言わないから、せめてヨガマットが欲しい。僕としては学習に役立つ参考書や魔導書などが望ましいけれど。そういえば昨晩提供された個室では映画が見られたんですが、ここのモニターでは見られないんですか？2、3時間なんか昼寝でもしてりゃすぐだろう。長時間の昼寝は体内時計を狂わせる。夜眠れなくなるわよ、レオナ。ご心配いただかなくても、おかげさまで寝つきだけはいいもんで。あんたっていちいちそういう物言いをしないと気が済まないの？兄さん、この人たちを同じ部屋に3時間収容していた場合、揉め事に発展する確率は 87% 以上だよ。回避策としてそれぞれの望むものを手配したところで、同じ空間に置いておくだけでどうあがいても揉めそう。マルチ揉めエンド採用って感じ。ある程度の人数でできる穏便な暇つぶしか。ボードゲームはプレイ人数が5名以上対応でルールが難しくない。
マジカルライフゲームなんか最適じゃない？待った。スゴロク系のゲームをこのメンツでやったらサイコロの目によって煽り合いが発生し、最終的に殴り合いに発展する可能性が高い。それは確かに。じゃあ対戦じゃなくて簡単にやれる、あ、コンピューターゲームは？オンラインからゲームをダウンロードして遊べる機能なら僕に搭載されてるよ。対戦型のゲームじゃなければ揉め事は発生しないかも。このメンツゲームとか全然興味なさそう。断られたら別の案を考えればいいじゃない。失敗は成功のもと。いやでも皆さん注目。オルト。これから約3時間同じ場所で過ごさなくてはならなくなった皆さんにコンピューターゲームのプレイを提案します。